ザ・ハウスでしたっけ？ブロンズなんですよね。軽さが見た目にあるんですけど、実はこれで45キロある。あともう一個KFC キャットファイヤーキャンディーっていう。キャットファイヤーキャンディー私が作品全体で考えているのがなんか私とは何かみたいなのを。今回のピックアップアーティストは湯野愛子さんです。どうぞよろしくお願いします。幼年期と青年期の間に横たわるギャップ、感情をベースに金属や樹脂、陶芸、アクリル絵の具など多様な技術と素材を使用し、絵画や立体など幅広いメディアで制作を行っています。これまでCAF賞入選、群馬青年ビエンナーレ入選などを果たし、今年は小山富夫ギャラリーで個展を開催するなど、その活躍に注目が集まる若手アーティストの一人です。アーティストフェア京都アーティストフェアイン京都の時に、その時は他のアーティストさんをいろいろ紹介させてもらったんですけど、本当に僕この作品素敵だなと思ってたんですけど、もともとは立体からなんですか？そうですね。大学の時が総合造形っていうペインティングもするし、彫刻もいろいろ経験して、なんかミクストメディアみたいなこういろんな作品を作るっていう学科に入ってて、でもともと私もその、彫刻っていうよりも立体作品をメインにインスタレーションとかをしていて、で大学院を卒業してからそのちょうど一番最初のアーティストフェア京都に臼久保薫さんに推薦いただいた時に、その臼久保さんがペインターで、私もちょっとペインティングをしてみたいんですっていうので、プランをなんかこんなんやりたいんですって言って、じゃあもうちょっとこうした方がいいわよみたいなので、クオリティを上げてって、でその次の作品がこのナラティブシリーズになります。結構いろんな方法というか、それこそザ・ハウスでしたっけ？ブロンズなんですよね。これは一番最初に発泡ウレタンの素材をおもちゃのうちに流して彫刻を作ってたんですけど、それをブロンズにしてみたらどうだろうみたいなのから始まって、なんかブロンズっていう素材がその指紋まで鮮明に取れるぐらいこうなんか面白いなと思って使いました。すごくこう見た感じ、この色の作り方とかなんか質感もこうそれこそ発泡ウレタンっぽいというか、でもブロンズっていうから、でも触れないから、そうですね。こう見てブロンズなんだみたっていいうなんか軽さが見た目にあるんですけど、実はこれで45キロあるみたいな。すごい。小山さんのところで個展があって大盛況だったんですけど、真ん中の黄色いのが高さ結構ありましたよね。これで3メーターあるないぐらいです。これは素材は？これは発泡ウレタンとおもちゃのうちを使っていて、さっきそのプロフィールの中でちょっとだけあった幼年期と青年期の間に横たわるギャップを元に制作される、これってどういう感覚？これはなんか最初このおもちゃのお家を使うときに、私もちっちゃい時からなんか遊んでたそのシルバニアファミリーのお家があるんですけど、そのシリーズのみをこの彫刻では使っていて、自分はそのまま成長してるのに、その大人と子供っていつから別れるんだろうとか感じた時とかに、この素材を私は選んだのかもなっていうので、最後はその懐かしいっていうものを素材に使ってたりとかしているので、なんかそういうテーマというか持ってやってます。これってこう上に立ち上げてるこの絵のこれは素材は何になるんですか？これは全体的にはアクリル絵の具にスプレーでグラデーションをしていて、なんかそれにステンシルで文字を書いてるんですけど、これはマーガレットって書いていて、それをその道具でギュッと上に持ち上げて、であとアクリル絵の具を流して最後に透明樹脂を流すことで結構こう反射するような作品になってます。なんか伺ったらそのアーティストフェアイン京都のメインのディレクター、椿さんが直属？そうですね。先生教授です。とかあと太陽展の
MTK コンテンポラリーアートはい、大場さん、はい、大場さんとか紀藤さんも先生なんですか？そうですね、もうみんなゴリゴリのマテリアルにものすごいな人たちですよね。入れ込んでいる方々が、系統を組んでらっしゃる。やはりその辺の影響というのもあるんですかね。めちゃめちゃあると思いますそうやっぱりその大学院から先生とかとやっぱり、飲み会もありますけど、もう普通に展示に一緒に行って、なんかこう作品の話とか、本当に人としてなんか作家同士としての会話とかもありますし、結構その大場さんのお家が私の今のスタジオから近くて、でもう直に今やってることっていうのを見せていただいたりして、そこからなんかその私も素材とかの研究は結構してて、これとこれ組み合わせたらどうだろうみたいなのとかで、こんな感じです。あともう一個KFC っていうのもあるんですか？キャットファイヤーキャンディーっていう。キャットファイヤーキャンディー。K はキティの K なんですけど、はいなんかそのケンタッキーフライドチキンに見えるなみたいなやりました。猫と人、お菓子のモチーフを一画面にこう重ねて、その見る角度で変化するっていうレンチキュラーっていう技法があるんですけど、それをちょっと使いました。角度によっては猫になって火になってキャンディーになるんですか？そうです。で角度によって猫が燃えてたり、なんかキャンディーがなんか猫と混ざってたりして、私が作品全体で考えているのがなんか私とは何かみたいなのをテーマにしていて、なんか作品を通してその自分っていうのがいろんな人の蓄積でできてるって思っていて、例えば絵本を読んでくれたお母さんだったり先生だったり、なんかそういう人たちのなんか身振りとか言葉とか喋り方とかで自分はできてるんだなっていうのを留学行った時にすごい感じて、やっぱり英語とかもその話す友達とかに影響を受けて自分の言葉になっていくので、なんか英語で喋る時はすごいなんか明るく喋ってる私みたいなのとかがあって、なんかそういう私とはっていうので作品にできたらなって思ってます。ということはつまりその自分とはっていうところから始まるというよりも、その周りからの何か与えられたものとかっていうものが重なり合っていく中で自分というものがなんか透けて出てくるというか。なのでこのペインティングも彫刻家がペインティングをやる意味みたいなのをすごい考えた時があって、私とはって思った時に見る側がこう単に作品をモチーフを見るっていうよりは自分自身が映って空間も取り込んで、なんかその感じれるものみたいなのを作品にしたいなと思ってこれは作ってます。なんか今回小山さんのギャラリーで個展やられて、正直すごくびっくりしたっていうとあれなんですけど、なんか日本をね代表するギャラリーで湯野さんが個展をするってすごいなと思ったんですけど、どういったきっかけでこうなったんですか？ANB 東京さんっていう、そのギャラリーで8月にグループ展に参加したんですけど、それも遡れば、アーティストフェア京都でなんか選ばれた者たちのグループ展みたいなのをしてたんですけど、そこに小山さんがいらっしゃって、もうなんかすぐに「あ、これいいじゃん買うよ」みたいなので最初はその選んでいただいて、でその後にその突然スタジオに行くよみたいなので来て個展するみたいななりました。真ん中の青いものとその下のところがブロンズで、右側の青い作品は発泡ウレタンの黄色い彫刻と同じ素材で、この左右両方とも発泡ウレタンをおもちゃの内から流していて、なんかそれもその素材の対比的に置いていて、やっぱりパッと見てわからないんですけど、塗り方でもなんか実際の素材が違うっていうのを、その面白さを見せているんですけど、これからのその展望というか、小山さんのところでも個展をやられて、ここから先どういうふうにこうやっていこうみたいなイメージって持ってらっしゃいますか？そうですね、もう作り続けるしかないんですけどなんか今もこのペインティングシリーズからまたもうちょっとその違うものとかもいっぱいアイディアがあって、それを展開していきたいですし、なんかもっとその
海外とかで大きい展示、そのインスタレーションでもそうですけど、そういう大きい彫刻をできるようになりたいなと思っています。まあ、とても好きな作品なので本当に応援しています。はい、ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。伊野さんの作品はミートゥアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上ピックアップアーティストでした。湯野愛子さんでした。ありがとうございます。